ボネケ本舗。前回のディエップでの私たちのバカンスの様子は楽しんでいただけましたか？でも私たちのバカンスはあれで終わりではありませんでした。今回もまた海と美味しいものと、そして飲みの市を楽しみますよ。ボネケ本舗。この日はディエップからバスで約1時間の町へ向かいます。綺麗な海と、そしてあるお城を訪ねる予定。ル・トレポールへ到着。海を眺めながら海岸を歩いて、そして今度はこれ、ケーブルカー。海を望む絶壁。そしてル・トレポールからバスですぐの町にあるお城を見学に。ここがフランス王だったルイ・フィリップも滞在していたことのある遊城。その当時の食卓を見学することができるんです。美しい金の紋章入りのお皿、ティーセット。見てください、このゴージャスな食卓。目で堪能した後はもちろんこれです。ボネケ本舗。2年前、夫の友人の車でディエップへ行った時に見つけたあるアンティークショップがありました。そのお店はブロカント・ドゥ・ラ・サーヌ。でも車を持っていない私たち、そのお店にどうしてもまた行ってみたい私が思いついたのがレンタルサイクル。サイクリングコースで撮りながら走ろうとしたけどうまくいかず、日本と違ってフランスでは自転車は車道を走らなければなりません。ちょっと怖かったけど、でもここはサイクリングコースなのでやっと安心して乗れます。それが怖すぎた私は車道では映像が全く撮れませんでした。片道14キロの道のりでしたが無事に到着。ここが2年前に来たそのお店、ボネケ本舗。やっと到着しました。楽しかったです。かなり怖かったですけどね。店の中見ていきます。これはリュネビルのレースの縁のお皿。でもモチーフが私の欲しいものではありませんでした。
ここにもレースの縁取りのお皿。そうして見つけたのがこのオクトゴナル。これはサルグミンヌ。嬉しい発見。平皿と深皿。お値段は全部で80ユーロ。理にかなったお値段だけど、かなり私の予算オーバー。私にとっては初めて見つけたサルグミンヌのオクトゴナル。かなり長い間買うべきかどうか迷いましたが、箱の中から現れたのはミッキーのディネット。これはロイヤルコペンハーゲンかな。さびれ感が美しい木のドア。夫はまたもやハンガーを購入。さて私は、それは後半をお楽しみに。ボネケ本舗。ディエップの美味しいものといえばやっぱり海のもの。今日は港にお魚のマルシェが立つ日。ここではさっき取れたばかりのお魚が買えるんです。塩、レモン、パセリ、オリーブオイル、白ワイン。トルト、アレニエ。C'est bon, tu arrives. お願いします。力任せは得意です。じゃーん。すごい大きい。ごちそうさまでした。食べ応えあります。そして牡蠣。夫は牡蠣を開けながらつまみ食い。美味しい。ムール貝。ムーです。パエリア。サリコンヌ。マソンのブリオッシュフィーテ。パンポピュレールのくるみとレーズンのパン。八百屋さんで見つけたノワゼットフレッシュ。生のノワゼットです。全然ノワゼットの味がしない。ハート型のチーズ、ヌシャテル。ポルトガル料理。カフェデトリビューノのコーヒー。ロゼワイン。アイスクリームレスティバン。バーオメットルの生クリームクレープ。コーヒー。万太郎。ロゼワイン。ルーアンのカフェのモナコ。美味しいです。ボネケ本舗。ディエップの夏の間開催されている移動式遊園地。美しいけれどとても短いノルマンディーの夏。夜空に浮かぶディエップ城。夏の夜を彩る移動式遊園地の光。でも去りゆく夏に似合うのはやっぱり花火。今日私たちはパリへ戻ります。すごい荷物。これでもスーツケース一つと大きな袋一つを置いてきました。大変。ボネケ本舗。私たちはまたディエップへ向かうバスの中。今朝私はなんと4時起床で頑張りました。途中ルーアンで一旦バスを降りてノミノ市へ向かう予定。そしてディエップでは2泊。月曜日に
パリへ戻ります。ルーアン到着。バスはとっても快適でした。マルシェ・サンマルク。今回の夫の目的の一つはやっぱりこれ。この店でまた別のハンガーを買うため。その間に私は飲みの市を散策。でも今日はお店がほんのわずか。それでも何か欲しいものが見つかればいいですよね。これはミントンだと思ったけど違うのかな。かわいいティースプーン。これがセットだったら欲しかったな。これはかなりの枚数が揃ってますね。変わった形のお皿初めて見ました。かわいいモチーフのピッチャーとお皿。ここは全部1枚ユーロ。バルボチーヌもありますね。かなりお買い得。このモチーフもかわいいですね。ここでの購入品も動画の後半で。そして夫のルーアンでのもう一つの目的がこのお店。ここはギャラリー。店じまいの予定なのでどれでも 60% オフ。夫はルーアンに来るたび2時間はここで過ごしていました。そしてもちろん今回も私はその間ルーアンの街をお散歩です。その後2人で向かったのはルーアン美術館。前回途中までしか見れなかったので今回は印象派を中心に。ボネケ本舗。この日は今回のディエップ滞在2回目の目的の一つ、隣町の海辺の飲みの市へ向かいます。ディエップからは約4キロの道のり。わー、綺麗。ディエップから40分ぐらい、30分ぐらいかな、歩いてきました。次の町の海辺です。ここでまたブロカンドがあるそうです。綺麗。海辺に着きました。飲みの市はこのすぐ目の前。夫は待ちきれずに突進。ここがその飲みの市の始まり。ここでとても繊細なモチーフのピッチャーを発見。美しい。これはミルクピッチャーかな。これもオベルネシリーズかな。この絵柄私は初めて見ました。夫は早速版画を見つけたようですね。ジュリーノ？そして私もここであるものを見つけました。私がこのお皿を見ている間、隣には私がこれを見終わるのを待っているらしき一人のマダムが。お皿には全く興味のない夫。版画も買うんだからこれをもっと安くしてくれと交渉中。
なんだかその2人のやりとりがとっても面白い。夫も負けてない。お店の人も負けてない。Du Saint-Amand, non? Je vois pas. Oui, c'est toujours. Bah, elles sont bréchées. Non, mais attends, elles sont bréchées, regarde. Elles sont toutes bréchées. Bah, c'est du Saint-Amand. Regardez la beauté. Regardez, c'est bréché. Il y a toutes les saisons. Bah, ouais, mais elles sont bréchées, mon frère. Non, non, elles sont toutes bréchées. Regardez. Oh, regarde, non, non, mais t'inquiète pas ça. Regarde, attends, elles sont toutes bréchées. Non, non, regardez. Celle-là, elle était bréchée. Celle-là, elle était bréchée. Celle-là, elle était bréchée. Celle-là, elle n'est pas bréchée. Celle-là, elle est bréchée. Là, celle-là, elle est bréchée. 10. Elles sont toutes bréchées. どうやら夫が優勢の様子ですね。これはいけるかな。15ユーロで成立。このキャニスターも全部で35ユーロ。でも中が結構錆びていたのでこれは断念。買ったお皿は預かっておいていただいて散策続行です。この後の夫の説教。あ、これは陶器の洗面台。でもこれも欠けてる。この飲みの市はこの先にもまだ続いていそう。なんと次の広場にもまだたくさんのお店が。また絵に夢中の夫を一人残して私は先へ進みます。箱の中にたくさんのお皿。あ、これはオベルネシリーズのミルクピッチャー。スープ入れにお皿にアイロン、どれも魅力的なものばかり。ここには何があるんでしょう。夫はディエップで先日撮らせていただいたお店の方と何やら話し込んでいたようです。ここで終了。買ったものを引き取りへ。お店のムッシュの顔は取らないからと撮影をお願い。Voilà, je filme le bras là, j'ai juste la main là. C'est très gentil. C'est bon? Ok. Bon, c'est bon. 版画2枚を抱えた夫も満足げ。ここで海辺のテラスでコーヒータイム。Ça coûte combien ça? Ça coûtait pas cher, hein. C'est le prix du cadre, hein, de toute façon. Ah mais tiens. はい。これは Conversation galante, donc c'est une gravure de Le Bas, c'est un graveur assez connu. あそこに、とても楽しい飲みの市でした。さて、ディエップへ戻りましょう。明日はパリへ戻ります。
一度パリへ持って帰ったのにまたこのすごい荷物。さあ頑張りましょう。ボネケ本舗。今日はリビングルームの壁の模様替え。ディエップで買ったこのお皿たちを使います。この壁は他の壁と違ってかなり固め、私の力では歯が立たず、夫にお願いすることに。玄関を入ったところの壁も模様替え。リビングルームの壁の上の部分は完成。次はその下。こちらのお皿は軽いのでフックを使います。さあもうすぐ完成。できました。ボネケ本舗。こんにちは、ポネです。今回ご紹介した動画は以前ご紹介した夫と行ったディエップのその続きの様子でした。今回のディエップ滞在はだいたい1ヶ月ぐらいだったと思うので、いろいろなところへ行くことができました。もちろんそのメインの目的はのみの市ですとかアンティークショップでした。ですので今回トータルで買ったものは相当な量になってしまったので、一度パリへ戻ったんですが、その時にはかなり大きな袋と小さめのスーツケース一つを置いていくことになりました。どうして置いていったかと言いますと、持てなかったんですが、実はもう一度ディエップに戻ってくる予定があったから置いて帰ることができました。なぜもう一度ディエップに戻ることになったかと言いますと、実はですね、夫が最近私と一緒に飲みの市へ行ってくれることが多くなりました。その理由が、夫が今ハマっているのがこの版画だからなんです。その版画を飲みの市で探すのがとっても楽しいらしいです。夫が興味あるのはお皿ですとかアンティーク品ではないので、飲みの市に行ってしまえばお互いに別々に見て歩くことになっています。ですが一人で行くよりはずっと楽しいです。2回目にディエップに戻ることになったその理由なんですが、飲みの市で見つけた版画をディエップにあるフレームを作ってくださるお店にすでに頼んであったものがありました。それが出来上がるのが1週間後ということで、またそのために戻ることに夫は決めたわけです。そして、ルアンの飲みの市にもまた行ったんですが、そのルアンの飲みの市にいらっしゃるお店さんも来週の土曜日だったらまた別の版画を持ってきますよとおっしゃったそうで、夫はその目的もあって楽しそうにまた1週間後にディエップに戻ったというわけでした。今回の動画の後半戦の初めに自転車で行ったアンティークショップなんですが、あそこは以前に一度行ったことがあって、その時にとても良いものがあったので、今回の滞在中にぜひ行ってみたいと思っていました。ですが車がありませんので半ば諦めていたんですが、すごいですよね、電動アシスト自転車、あれでしたので行くことができました。途中からはサイクリングコースになったのでとても楽しかったんですが、日本と違ってフランスでは自転車は車道を車と一緒に走ります。ですので右走行の国で自転車で車道を走るのは初めての経験だったのでとても怖かったですあまりにも怖くて動画を撮る余裕は全くありませんでした。そしてそのアンティークショップブロカント・ドゥ・ラ・サーヌなんですが、
実は私は今回何も買っていません。と言いますのも、動画の中で私が見つけたサルグミーヌのオクトゴナル、結局あの時買ってきませんでした。なぜかというと、あれはトータル全部で80ユーロでしか売っていただけないということだったので、迷いに迷ってあの時は買ってきませんでした。ですがディエップに戻ってきて、やはりまたかなり後悔をしてしまって、翌日に私は一人でもう一度自転車で買いに行こうと思ってたんですが、どうやら日頃運動不足なのに突然16キロ往復30キロ行ったせいで、翌日ダウンして寝込んでしまいましたですので結局買いに行けなかったんですが、実はお店さんへ電話をしてパリにお店さんがいらっしゃる機会に一緒にあれを持ってきていただくことになりました。それが一応9月の後半の予定なんですが、もしまだお店の方が覚えていてくださればご連絡があるはずです。どうかなそれはちょっと定かではないんですが、期待して待つことにしています。もしそれを無事に買うことができたらまたご報告しますね。そして2度目に戻った途中に寄ったルアンの飲みの市で私が買ったものはこの手です。アンティークじゃ全然ないけどやっぱり可愛いので買ってきました。はい、手です。そしてもう後ろに飾ってあるんですが、このピューターの縁取りがあるお皿のこの小さい2枚、これをそのルアンの飲みの市で買いました。そしてその時のルアンで買ったもう一つのものがこの棚です。これは前半の動画の中に実は登場したアンティークショップ、そこにあったもので、その時は買わなかったんですが、再度行った時にやはり欲しくてもう一度そのお店行って買ったものです。予定ではここですね、ここにかけて使いたいなと思っています。ルアンに行くたびに夫が毎回通ったお店があります。それがこの版画を扱うギャラリーだったんですね。実はそのギャラリーが閉業なされていくことで、お店にある全ての版画が 60% オフになっていました。それで夫はルアンに行くたびにそのお店へ行って2時間3時間と粘ってかなりな数の版画を買ってきました。私もいいなと思うのがあったので2枚だけ買ってきました。その1枚がこれとこれです。何枚あるんだろう。ここにあるだけでもこれだけあるんですが、もうすでに額縁に入れて飾ってあるものもあります。その中の一つが今回この壁にかけたこの版画です。これは昔のモンマルトルの様子だそうです。こちらのお皿はパリの昔の職業を描いているので、それとこのパリのその当時頃の様子のモンマルトルの版画は合うんじゃないかと言ってここにかけることになりました。どうだろう、合ってますか？そしてその後に行ったディエプの隣町の海辺の飲みの市で買ったものはこのルネビルのバルボチーヌの絵皿、ここにあります4枚と後ろにも飾りました5枚、合計9枚です。動画の中でもご覧いただいたと思うんですが、これ最初は全部で20ユーロと言われたんですが、夫が大反対しまして、そのおかげで15ユーロにまで負けていただいてしまったものです。結果良かったかなと思っています。
残念ながら後ろに飾ってありますこの5枚なんですが、これには少しずつ縁に欠けがあるので壁に飾りました。で、欠けてある部分を見ますと、どうやら前持っていらした方も壁にかけていたらしいんですね。その壁にかけるためのこの器具がちょうど当たってる部分が欠けていたので、多分それを取り外す時などに欠けてしまったんじゃないかなと思います。ですのでこちらにある4枚は特に目立った欠けがないので、何か置いて使いたいなと思ってます。本当に綺麗ですよね。そしてその海辺のブロカントで見つけたものがこれとこちらのサンタマンエオマージュのピッツァです。これ取っ手の部分は汚れがあるんですが、でもこの美しさに一目惚れでした。はい、このサルグミーヌのソース入れかな、ミルクピッチャーかな。そして前回の動画の中で着ていたこのワンピース、これも実はディエップで買った、古着です。23ユーロぐらいだったかなよく行く雑貨屋さんで売っていました。こんな感じのワンピースです。そしてこの水切りかごなんですが、これは実は前回の動画の中には出てこなかったんですが、もう一度ディエップの街で飲みの市がありました。その時私はちょっと具合が悪くて行くことができなかったんですが、夕方になって体調が戻ってきたので、飲みの市が終わる寸前に慌てて出かけていって見つけて買ったこのホロの水切り2つでした。今回は本当にかなりお買い得なものをたくさん買いました。とっても満足なバカンスとお買い物でした。また次の動画も楽しみになさっててくださいね。